ゆっくりレ夢ムです。マリサだぜ。なに急になんなの？ついに激アツな1ヶ月間が始まるぞ。ゴールデンウィークは終わっちゃったわよ。だから、今制限になっていないランナーさんは、今年最大のチャンス到来なんだぜ。どういうことなのかしら？今日はその辺のところを解説していくぜ。この番組は、時計の小話の提供でお送りいたします。腕時計やロレックスに興味がある方は、チャンネル登録していただけると、すごく嬉しいです。チャンネル登録してもらうのってほんと大変だよな。登録してくれている方には感謝の気持ちしかないわよね。感想をコメントに残していただけると励みになります。コメントを読むのが動画制作のモチベーションと楽しみになっているよね。ゆっくりしていってね。それで、どうしてこれからが激アツ期間なの？制限ルールが変わったのが昨年の12月16日からだろ？そう言われたら、もうすぐ5ヶ月が経過するのね。そうなんだ。5ヶ月間の間に制限中の人が増え続けているんだ。そうなるわね。ロレックスの年間販売数は決まっていると思うんだけど、毎月の売れる本数を平坦だと仮定したら、5ヶ月間で約4割は販売されていることになるだろ？毎月の販売数は違うでしょうけど、平均したらそうね。単純計算で年間で購入する人の4割は制限中だよな。ライバルが4割も減っているってことね。そこでまずは、今度は何なのよ？心臓に悪いじゃない。5月29日にロレックスヒルトンプラザ大阪がオープンするぜ。それはチャンスじゃない。まあ、事前来店予約サービスに当たらないとダメだけどな。やっぱりそうなのね。ただ、制限中の人は申し込みができないから、普段よりは当選確率も上がると思うぞ。オープンが5月29日なら、制限明けの人はいないわね。私も指をくわえて眺めていることしかできないんだ。ここまで希望モデルを追いかけてきた人には追い風ね。遠征してでも申し込む価値はあるんじゃないかな？申し込みはいつからできるの？予約専用サイトは5月14日水曜日10時から開設されるぞ。まだ日にちがあるから忘れないようにしないとね。カレンダーに入れておいてほしいぜ。確かにこれは出陣ね。ただ、やっぱり外商さんが強い気がして不安はあるけどな。新店舗なのに外商さん関係ある？大ありだと思ってる。なんで？販売代理店がどこかはわからなかったんだけど、日清堂さんのショップが入っている館だから、系列が同じじゃないかと思ってるぜ。ライバルの系列店が出店するのも具合が悪いわね。そうなれば外商さんとの関係は当然あるはずだろ。それはそうね。違う系列だとしても、今後の付き合いもあるから、外商なんて関係ないぜ、とはならないと思うんだよな。それは商売だから仕方がないわよ。だから、新店舗でも外商の影響はあると思っている。でも、当選すればチャンスはあるわよね。もちろん当選すればビッグチャンスなのは間違いないぜ。まずは申し込みを忘れないようにしないとね。制限ルールの影響で申し込みができる人自体が減っているから他の事前来店予約店舗も申し込みを忘れないようにした方がいいと思うぞ。当選さえすれば提案はしてくれるから価値はあるわね。ライバルランナーさんが少ない今はチャンスだよ。やっぱり、外商の影響がない銀座や表参道のような路面店の方がチャンスは大きいのかしら？推測だけど、全く影響がないことはないと思ってるぞ。だって、路面店なら外商さんいないじゃない？古典で見ればレ夢ムの言う通りなんだけど、グループで考えてみたらどうだ？グループ？極端な話だけど、例えばロレックス表参道店で、コスモグラフで糸なるマンを一元さんに販売するかな？入荷してきたら販売するんじゃないの？入荷したらそうなるけど、入荷させる意味があるか？どういうこと？企業として考えたら、利益を考えて販売するよな。そうでしょうね。だったら一元さんに販売するより、太客さんに販売した方が、グループとしての利益は大きいんじゃないか？それはそうだけど、グループ内で在庫の移動やモデルの割り当て調整をしてないと考える方が不自然だと思うけどな。言われてみれば、グループとしての利点を生かさない方が、企業戦略としては間違っているわよね。販売代理店の思考で考えたらそれが普通だよ。じゃあ、やっぱりプレミアモデルは購入難しいのね。それでも並びの店舗よりは可能性は高いと思ってるぜ。応募はスマホから簡単にできるしね。前にも話したけど、私が並びの店舗でデートなメテオを希望しても、ノーチャンスだと思っているけど、事前来店予約店舗なら淡い期待を抱いてしまうな。制限が明けたら忘れずに申し込みましょうよ。もう一つ、事前来店予約の利点はあると思うんだ。それは？デートなメテオの税込み価格は、614万4600円するんだ。高額モデルよね。私の手持ちカードの枠では買えない価格なんだ。無制限じゃないもんね。それだと毎回現金を持ってロレマラしないとダメだろ？大金を持ってのロレマラは不用心で怖いわよ。そうなんだ。
事前来店予約での放店なら準備してから行けるだろ。あらかじめ用意していけるのは助かるわね。どちらも購入できるかはわからないけど、気分的には大きな違いがあると思うよ。そうね。事前来店予約の話はこれくらいにして、激アツ期間の話に戻すぜ。そうね。購入制限ルールが変わってすぐに購入できたランナーさんたちは猛者揃いだと思っているぜ。昨年の12月は値上げ前で並びもすごかったわよね。購入できたランナーさんは販売員さんとの信頼関係が構築できている方が多かったんじゃないかな。猛者ランナーさんが復帰したら厳しくなるわね。だから、6月16日以降はだんだんと難しくなると思うんだ。猛者のランナーさんが活動を再開したら、ペンペン草も残らないぐらい駆られてしまいそうね。それに、他にもまだあるの？夏前に値上げの可能性もあるだろ？値上げがないと思いたいのは願望でしかないわね。もし値上げの発表があったら、値上げ前に購入したい。駆け込み需要も上がるからさらに激戦になるぜ。みんな値上げ前に買いたい気持ちは同じよね。ダメ押しは、もう聞きたくないわよ。新作モデルの流通が始まるかもしれないだろ？新作が流通しだしたら活気づいちゃうわよね。ロレックスが盛り上がるのは嬉しいけどな。昨年12月みたいな修羅の時代に戻るかもしれないのね。だからこれからの1ヶ月間ぐらいが激アツ期間なんだよ。焦らず購入モデルを探していたランナーさんには、希望モデルをゲットしてほしいわ。そうだな。前回の動画でティア表を作ってみたけど、ランナーさんは自分のティア表を作成してみることを勧めるぜ。さらっと前回の動画をおすすめするなんてやるじゃない。提案の日は突然やってくるからな。急に提案されたら頭が真っ白になりそうよね。ドンピシャの希望モデルを提案されたら、買います。で、めでたしだけど、微妙に希望モデルとずれてた場合は悩んでしまうから、希望モデルのランク分けをしておくと、いざという時に、間違った判断をして後悔する可能性も低くなると思うぞ。舞い上がって購入しちゃったけど、家に帰って冷静になって考えてみたら、希望モデルと違ってて後悔しちゃった。なんてなってしまったら苦労が水の泡になっちゃうわね。そういうことなんだ。現在、制限中じゃないランナーさんには、ぜひ希望モデルを購入してほしいわね。希望モデルが購入できたらコメント欄で教えてください。喜びの声は大歓迎です。最後にカルティエの値上げ情報をお知らせするぜ。カルティエが値上げしちゃうの？もう知っている人が多いと思うけど、2025年5月14日から価格改定が行われる予定で、時計全般、ベルトを含め平均約 4% の値上げらしいぜ。ロレックスほどじゃないけど、4% でも大きいわよ。購入を検討している人は急いだ方がいいぜ。マリサはどうするの？パンテールが欲しいんだけど、追いパペを購入したから、今後の資金のことも考えて我慢することにしたぜ。それも選択肢の一つね。追いパペは買えないと思ってたから、カルティエ値上げの情報が入ったら追いパペを諦めて買う気でいたんだけどな。ほんと購入チャンスはいつ訪れるかわからないわね。私でも購入できたから諦めずに頑張ってください。マリサが購入できたんだから、みんな買えるわね。その通りだな。今回の小話はいかがでしたか？ランナーさんが希望モデルを購入できるように応援してます。このチャンネルに少しでも興味を持ってくれた方がいましたら、チャンネル登録&高評価、よろしくお願いいたします。コメントもいただけるとすごく励みになります。動画も少しずつ増えてきましたので、まだ視聴していない動画がございましたら、もう一本視聴していただけますとすごく嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。